本当に描けない、僕は絵が。描いてて苦しくしょうがない。頼むから仕事をさせてくれ。今はの際でも仕事を担ぶ。漫画、アニメのレジェンド、手塚治虫の知られざる伝説。数々の名作を生み出した日本漫画、アニメの祖、手塚治虫。その名を聞けば、多くの人が鉄腕アトムやジャングル大帝といった作品を思い浮かべるでしょう。彼の生涯は単なる成功の連続ではなく、挑戦と革新、そして情熱に彩られていました。手塚治虫の黎明。手塚治虫は1928年、大阪府豊中市で生まれました。幼少期から生物や自然に興味を持ち、昆虫採集を趣味としていました。その観察力は後の作品にも影響を与え、彼の描くキャラクターや背景に生命力を与える源となりました。また、幼い頃に見たアニメーション映画「白雪姫」は彼に強い衝撃を与え、アニメへの興味を抱くきっかけとなりました。大阪帝国大学医学専門部を卒業した手塚は、医師としての道を歩む可能性もありましたが、彼の情熱は漫画とアニメに向けられました。出世作とテレビアニメの事業化。1947年に発表された新宝島は、それまでの漫画とは一線を画する躍動感あるストーリー展開と映画的な構図で、日本の漫画界に革命をもたらしました。この作品は戦後の日本に希望をもたらし、多くの若者に夢を与えました。手塚治虫はその後も精力的に活動を続け、鉄腕アトムで科学と人間の関係を描き、ジャングル大帝では自然と文明の共存をテーマにしました。特に鉄腕アトムは日本初のテレビアニメシリーズとして1963年に放送され、国内外で大きな成功を収めました。この作品は日本アニメーションの歴史を切り開き、アニメの神様としての手塚の地位を確立するきっかけとなりました。しかし、手塚の人生は決して順風満帆ではありませんでした。混迷と革新的新作。1960年代後半から1970年代にかけて、アニメ業界は低予算化の波に直面し、彼の制作会社は経営難に陥りました。それでも彼は新しい表現やテーマに挑戦し続けました。火の鳥シリーズはその代表例で、人間の生と死、永遠のテーマに迫る壮大な物語を描き、現在も高い評価を受けています。また、ブラック・ジャックでは、天才外科医が医療の倫理や人間の生死に向き合う姿を描き、大人向けの深いテーマを持った作品を生み出しました。医療を通じて人間の善悪や社会問題に切り込み、多くの読者の心をつかみました。人となりと仕事に対する情熱。手塚治虫はまた、非常に多彩で人間味あふれる人物でした。彼は常にスケッチブックを手放さず、日常のあらゆる場面でアイデアを書き留めていました。周囲の人々は彼を永遠の少年と呼び、その好奇心と想像力に驚嘆しました。彼の仕事に対する情熱は並外れており、時には睡眠時間を削って制作に没頭することも珍しくありませんでした。しかし、その猛烈な仕事ぶりは自身の体調を崩す原因にもなり、彼の制作会社では社員の稼働時間が膨れ上がる一方で、アニメ制作の現場では賃金が安く買い叩かれ、経営的な不振が生じる事態にもなりました。彼の創作活動に対する熱意が、時に過酷な労働環境を生み出してしまう側面もあったのです。手塚治虫のレガシー。1989年、手塚治虫は60歳でこの世を去りました。その最後の言葉は、頼むから仕事をさせてくれだったと言われています。彼の生涯は漫画とアニメに捧げられ、その遺産は今なお多くの人々に影響を与え続けています。手塚治虫の作品は単なる娯楽を超えて人間や社会について深く考えさせる力を持っています。彼の挑戦と革新の精神は後世のクリエイターたちにとっての道しるべであり続けるでしょう。一番悩んでることっていうと絵でしょうな。